皆さんこんばんは。西園寺潤と申します。前回この私の本の整数問題辞典の中から因数分解の鉄則6の複二次式の因数分解までを講義いたしました。前回で講義した最も大切なところはですね、鉄則5の最低次数で整理しろというところです。これはですね、因数分解で絶対忘れてはいけないところになっております。今回もですね、前回に、続いてですね、3次以上の公示式の因数分解を講義したいと思います。では早速始めることにいたします。そこでですね、今回は鉄則7としまして、対称式交代式を用いてですね、因数分解せよというところになります。で、そこでまず対称式とは何だろうと思われる方がいらっしゃるかと思いますが、まず2変数の対称式で、ちょっと説明します。対称式とは2つのですね、変数を入れ替えても元の式と変わらない、こういう式のことを言います。例えばですね、x プラス y というやつですね。これを変えてもですね、y 足すプラス x とこうなりまして、これ全くこれは同じですね。こういうようなx と y を入れ替えても同じ式になるようなこの式のこと、これですね、これを対称式というわけです。で、これは 2変数の場合でしたが、この3変数の対称式はですね、3つの x、y、z に、式についてですよ、そのうちのどれか2つですね、どの2つを入れ替えてもですね、元の式と同じになる式を言います。その例をですね、見てみましょう。3変数の対称式の例は、こういうふうにいくらでもあるわけですが、これとこれを入れ替えて x と y 入れ替えても同じだし yz 入れ替えても zx 入れ替えても同じと。でこれはですね、n は0を除く整数ということで大丈夫です。つまりマイナス2であればですね、x 次乗分の1、y 次乗分の1、z 次乗分の1ということになって、これも全部そういうのを全て対称式ということになります。で、次に交代式について、説明します。で、交代式とはですね、今度は2つの変数をですね、やっぱり入れ替えてもですね、元の式と符号だけが変わるという、そういう式のことを言います。例えばですね、これも、x の n 乗マイナス y の n 乗というこういう式の場合ですね、これを入れ替えますと、これはどうなるかと言いますと、これは、y の n 乗マイナス x の n 乗と入れ替えた式はこういう式ですね。そうしますと、これはですね、マイナスの x の n 乗マイナス y の n 乗こうなりますので、つまり元の式とここは一緒ですよね。で符号だけが違うと、こういうような式を、交代式とこう呼ぶわけです。でこれらは2変数でしたが、3変数の交代式についてもですね、どの2つの変数をですね入れ替えてもですよ、元の式と符号だけが変わるような式のことを、3変数の交代式と言います。でこれもですね、ちょっと、具体的な例で示しますと、どういうのかと言いますと、a-b、b-c、c-a と、こういうやつです。でこれでやればですね、例えばですよ、ここで a と b を入れ替えますと、
ななるかというと、これはですね、b マイナス a とこうなります。そして b は a ですから a マイナス c、c はそのままですから、で a は b に入れ替えるわけですから、こうなります。そうしますと、これはですね、まあこれに合わせますと a マイナス b、これはマイナスかけてやればいいですね。でここも、マイナスでくくればいいですね。だから c マイナス a と、これも、マイナスでくくるとですね b マイナス c と、まあ、こうなって、これマイナスマイナスマイナスでやりましたから、ここマイナスになりますよね。でそうしますと、やはりこれもここが同じで元の式と一緒で符号だけが変わる。でこれはですね b と c に対してもですよ、まあ、全くこの式が出てきます。もちろん C と、まあ、A をやってもですね全くこの同じ式ができますから、これは、交代式と三変数の交代式ということができます。でまあここでですね、まあ、実際、問題をまあこれからですね、どういうことが言えるかというとですね、ちょっとあと交代式のですね、一般式はですね、例えばまあこういうふうにしますと x-y、y-z、z-x と、それにまあ項字の交代式ということですから、まあ、ここは2乗ですね。で x と y、y と z、z と x、入れ替えますと、こういう因数を持つということなんです、一般解は。で、そして最後にこれがまあ5次とかなれば、これは2次ですから x について、だからここが3次の gx の整式が出てくるということになるわけですが、でそうしますと、ここはですね、交代式ですね。これは交代式になります。でこっちはですね必ず、対称式ということになるんです。でこれについてはですね、どうしてこういうふうになるのかというのはですね、この後で、分かると思いますので、ちょっとそれまでちょっとお待ちください。で、それでこの一般式ですね、交代式であればこういうふうに置けるというのを使ってですね、実際の問題を解いてみましょう。それが分かりいいと思いますので、そうしますと例えばこの問題ですね、これは x と y 入れたらマイナスということで、これは、まあ、交代式です。で交代式ですからこれはですね先ほど言いましたように、まあ、fxyz とこうしますと、x-y、y-z で、まあ、この形が、まあ、因数を必ず持って、そしてしかも gxyz になるとこう言いましたよ。で、ここでですねこれを展開しましょう。3次。そうすると x についてはですね x の3乗が出ます。ところがここはですねマイナス x3 乗ですから、こことここは相殺されます。で y についても3乗で、ここはマイナス y3 乗ですから相殺、まあ、z についても同じですね。とそうしますとこの式はですよ、この式は結局、x についての2乗の式ですね。まあもちろん y についても z についても2乗の式です。ということはですよ、ここが、x についての2乗の式ですから、ここはですね定数でないといけないと。まあ定数 A としましょうか。これを定数であるということになるわけですね。これとこれは同じですから、交代式ですからこう置けるということですから。とそうしますとここでですね、まあちょっとこれを一つだけ、こう展開してみますとマイナス 3x の2乗 y が出てきて、あとうにゃうにゃうにゃと出てくるわけですね。でそうしますとこの x 乗 y についてですよ、着目しますと、こっちをちょっと見てみましょうと、ここは
どうなるかと言いますと、これも x の2乗でマイナス x の2乗に y をかけることになりますから、こういう形になるわけです。つまりこの a がありますから、これはマイナス a の x2 乗 y とこういうことになります。とそうしますとですよ、こっちはこれはですね、これからこれが出てくるわけですね。でこれからはこう出てくるわけですね。でこれとこれは項等式です。項等式というのはですね、もうその数値をですね、何を入れても何の文字を入れてもですね、全く同じになると。どの文字を入れても同じだと、常に成り立つという式ですから、そうしますとここで a は3ということがこうですねっていうことになるわけですから、よってですね、これの因数分解は、これが3ということになって、よって3の x-y y-z z-x とこれでできると、もう簡単にうまくいくわけですね。あっという間にできる。すごくこの交代式対称式使えばあっという間にできるということで、スピードが全然違いますということになるわけですね。でところがですね、この xy とかなぜ入れ替えたやつは因数を持つんだろうか。入れ替えればそこを因数必ず持つ、交代式であればですよ。それについてですね、説明しましょう。でそれはですね、それを説明する前にまずですね、因数定理を説明しなければなりません。で因数定理というのはですね、こういうやつです。まず x の整式 f(x) がですね x アルファで割り切れるための必要十分条件 f アルファがイコール0であると。そうしますと f アルファが0ならば x-r で割り切れる、つまり x-α の因数を持つというのが因数定理です。ということはですよ、これはですね必要十分条件ですから、これ10がおかしいですね。必要十分条件、ですから逆も成り立つわけですね。こういうことですね。でこれについてちょっと、証明しても、どっちを証明してもいいわけですから、ちょっと時間がないのでですね、ちょっと紙に書いてきましたが、整式の多項式 f(x) を x-α で割った時の小を 9x 余りを r とします。r はですね、ここが一次ですから、ここは定数になります。でそうしますとこういうふうに置ける、これをかけて余りを足せばこれになるということですね。元の式になる。でそこでこれに、x に α を代入しますと、ここは α を入れて0になりますから、0にかけたら0ですから、結局 R となるわけですね。fr は R と。余りを表す式ということですが、そうしますと今ここでですね、今因数定理を証明するわけですから、これであるならばこれを証明すればいいわけですから、α が0であるならば、つまりこれは 0r が0、ラージ R が0になって一式はこういうふうになって持つ、確かに成り立つ、証明できたということになるわけですね。で、本題はですね、これを使ってですよ、実は先ほどの、定理ですね、つまり二変数 xy を入れ替えたら、xy の因数を持つということですよね。これが、先ほど、一般式がどうして出てきたかということと結びつくわけですね。でこれを、証明はですね、まず fxr は交代式であるということはですよ、定義より x と y を入れ替えたら、こうですね、入れ替えたら先ほどもやりましたように、元の式で符号だけが違うとこう言いましたよ。だからこれが成り立つ。これはこれとこれはもう全く等しいということになるわけです。だからこれをこっちに持ってきたのがこの式です。一式ですね。でこの一式はこれが項等式です。常に何を入れても成り立ちますから項等式。それをこっちに移行したのも項等式ですから、よって x の代わりに y を入れますと、ここに y 入れますと、結局こういうふうになって、こうなります。
とそうしますと、先ほど何のために因数定理やったかと言いますと、x の変数にですよ y を入れたら、その、この x-y の因数を持つと言いました。でよってこれが成り立つということになるわけですね。でこれはですね、3変数、これは2変数ですけれども、今やりましたけど、3変数でも x を変数とすればですね、この因数定理が成り立ち、かつこの定理も成り立つということになるわけです。よって一般式が、交代式の一般式が先ほどのような形で表されるということになるわけです。でそうしますと、ここでですね、対称式と、交代式はですね、重要な性質があります。それがですね、この式です。この重要な性質、これを見ていきましょう。まず対称式はですね、変形後も対称式となります。つまり x 乗プラスこれですね、これを因数分解するとこうなります。でこれは x と y を入れ替えてもですね、同じですから対称式です。で変形後、因数分解した式も対称式です。これ入れ替えても同じですから。で成り立つ。それから2番の2つの対称式の積と2つの交代式の積は必ず対称式になる。これですね、x プラス y と x 乗プラス y、これは入れ替えても対称式ですから、これを展開したやつも対称式ということです。で今度は逆に、x-y は交代式、これも交代式ですが、これを展開しますと、これは対称式ですね。 x と y 入れても同じ式になりますから対称式ということで、これが言えるということになるわけですね。でそれから3番目に対称式と交代式の積は交代式となるとこう言ってます。で x-y は交代式でした。 x プラス y は対称式です。これとこれを掛けますと、積にしますと、これを展開しますと x 乗 -y 乗ですから交代式ということですね。でこれらの結論としてですね、ここだけを覚えればいいわけですね。対称式を正符号、交代式を不符号と考えれば全部できる。例えば対称式かける、交代式かける交代式かける対称式かける交代式と。交代式が123ありますから、マイナスはマイナスになりますから、よって交代式とこういうふうにして出すことができる。もうおそらくこれの展開したやつは、変形したやつは交代式になるだろうということが分かるわけです。こういうふうな性質ですね。とそうしますとですね、先立ってさっきやりましたなぜ、なるのかというやつですね。例えばこの式でしたね。この一般式でですね、これが交代式であればですよ、こういうふうに置けて、でこれがなぜ対称式になるのかというのを先ほどは言いませんでしたが、実はこれがですね、交代式ですね。で、そうしますとこっちは交代式ですから、ここは交代式になれば対称式でなければならないということで当たりがつくわけですね。でここは対称式を想定してやれば、おそらく因数分解はこの交代式の因数分解さっとできるということになるわけです。こういうふうにしてですね、これが対称式であるということを、合点していただけたと思います。で次にですね、鉄則8としましてですよ、循環式はですね、循環している因数の文字に置換して解けというのがこれでうまくいく場合があります。で循環式とは何かと言いますと、3つ以上の文字が輪関の順にずれた項を持つ式ということですね。つまりどういうことかと言いますと、 ABC がこうやってこういうふうにずれていくというような形を取る式と。なかなかちょっとよく分かりませんので、実際例を出して、書いていきましょうかね。どういうのかと言いますと、例えばですね、A プラス B マイナス C、 そして今度は B プラス C マイナス A、 そして、今度は C プラス A マイナス B と、ここを見てください。 ABC のこちら順々ずれていってますね、これが。ね、でこの B も C、
BCA とこうやってずれていきます。でまた元に戻っていく、こういうような、式のことを、循環式と私は呼んでいます。これは正式な名称ではありません。私が勝手に作り出した、循環式とか言っております。はい。でこれはですね、どうやって解くのかというのを実際一回解いてみましょう。で、そしたら分かりがいいと思いますので、例えばですね、こういう問題があったとしましょう。x プラス y の3乗とこうって循環式になっています、ここは。で、そうしますとですね、これを因数分解せよと言った時に、まずこれをアルファと、先ほど置換せよというのがありましたから、鉄則でいけばですね、アルファ、ここをベータ、ここをガンマと置きます。そうしますとですね、x プラス yz はどうなるかと言いますと、これを足したやつになるわけですね。つまり x が1個2個でここで相殺されて、ここが1個残りますから x、そして y についても同様です。こことここが相殺されて y が残ると。z に対しても1つ z が残ると。結局 x プラス yz はアルファプラスベータガンマとなる。でこうなりますから、これをここに全部アルファとベータガンマで置き換えますと、様式はですね、アルファプラスベータプラスガンマ、こうとなりますね。ここ入れただけです。でそうしますと、これはもう今まで、対称式で解いてもいいし、何で解いてもいいわけですが、結局こういうふうに、なるということになるわけです。で、これは今まで十分何回もやってますね。公式から情報公式でやってもいいですよ。でそうしますと、アルファプラスベータというのはこれとこれを足すわけですから、ここでですね、y と x はこうやって消えていきますから、2z しか残りません。で以下同様、ベータとこれを足せば、ここが全部こうやって z がこう消えて 2x が残ると。これは 2y が残る。それを全部書きますと、これが。でこれが答えということになるわけですね。これはうまくいくんですが、必ずしも全部絶対こうなるとは、ない場合も例外があるかもしれません。それでですね、今度は最後ですね、もういよいよ鉄則9ですね、相反方程式を用いて因数分解するという手があります。でここでですね、相反方程式というのはですね、係数が左右対称になっているとこういうことです。でそういう式を言います。で、例えばですよ、こんなのですね、ax3 乗プラス bx 次乗プラス bx プラス a、 つまりここからですね、ちょうど対称になってますよね。 BBAA とここで鏡みたいにですね。それから4乗の場合は x4 乗プラス bx3 乗プラス cx 次乗プラス今度は bx プラス a と、やはりこれも C を中心を境にしてちょうど対称になっています。こういう、式のことを相反方程式と言います。で具体的にはですね、どうやって解くかということですが、それはですね、相反方程式を用いた因数分解の方法ですが、次数が偶数の時にはですね、例えば、こういうやつですね、4乗、これ偶数ですね。で x 次乗でくくります。そうしますと、x 次乗で割ったようなもんですから、こういうふうになります。そして、係数が同じやつ同士でくくります。で、その場合ここはですね、平方完成を用いてやれば、ここはちょうどプラス2倍の x と x 分の1です。2になりますから、2を引いてやればちょうどいいと。こういうことですね。でそして b でここはくくってやればこうなります。そこでですよ、相反方程式はここで a と置くということですね。ラージ A と置く。そうしますと x 次乗の a のラージ A の次乗、こういう形になります。これは 2a がここかかってますから、これですね。そうしますとここはですね、
二次方程式の解を用いればですね、必ず因数分解できるというのを教えておりますので、前回だから絶対ここは2つに因数分解できますわけですから、必ずできるということになるわけです。でそれでもう因数分解 OK と、いうことですね。で次数が奇数の時はどうなるかというと ax3 乗 bx のこれですね。でちょうどここで、左右対称になっています。でそうしますとこれはですね、奇数の時はマイナス1を入れます。でそうしますとここは、マイナス1になりますから b マイナス b でこれで0になります。0になるというのは先ほどの定義でありました、必ず x プラス1の因数を持つということの因数定理より。でこの因数でですね、この fx を割りますと、その残りの割ったこう囲ってこっち側ですね、これは必ず偶数字の相反方程式になります。これ間違いありません。やられても相反方程式になります。でそれでこのもうここが偶数の相反方程式であれば、これを用いてやれば解けるということになるわけです。で、今回の講義は、ここまでで、とします。でこれでですね、完璧に因数分解はですねもうできるようになったと思います。で、ご視聴いただきありがとうございます。次回もありますので、できればですね、チャンネル登録をぜひお願いしますと、私のモチベーションにもなりますんで、よろしくお願いします。じゃあ失礼します。